皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今日は車で遠出をしようと思います。目的地は山梨県の富士五湖。日差しが強すぎない天気のいい日には青空の下でお茶を一服立てたくなります。茶の湯の世界ではそれを野立てと言います。お茶をされている方はピンときたかもしれませんね。そうです。今回は富士山をバックに野立てをしようと思います。山梨県側の富士山麓には5つの湖があり、それを総称して富士五湖と言います。山中湖と河口湖は湖畔沿いに多くのホテルや観光施設が点在しています。精進湖は五湖の中では一番小さく、今回は本栖湖または西湖を狙っていきたいと思います。明日の天気に期待して急ぎ宿に戻り、早朝出直したいと思います。さあ、改めておはようございます。今日はなんといい天気でしょう。富士山の全容が見える日って年間に何日あると思いますか？富士市では1日に3回の観測記録をとっています。昨年のデータ発表によると年間で126日、5月だけで言うと6日だけでした。今日はラッキーな朝を迎えました。昨日狙っていたこの本栖湖は7時に到着した時点ですでに先客があり残念。なんと釣りをされる方は朝4時から来ているそうです。こちらがもう一つ予定していた西湖から見える富士です。西湖で富士山を見るならここ念波浜が一番のビューポイント。運よく網線を広げる場所を確保できたので、ここで野立てをしたいと思います。時折風が吹くので風呂先屏風を立てておきます。湖越しから見える雄大な富士山をバックに一服のお茶を立てる、なんとも幸せな気分です。日本のほぼ中央にそびえるこの美しい山、日本人のみならず外国人観光客にも年々人気が高まっており、登山者の2割近くが外国人という報告も上がっているのだとか。富士山は2013年世界文化遺産に登録されました。自然遺産ではなく文化遺産として登録されたのは、富士山が日本の文化と歴史に肝ついた信仰の対象並びに芸術の源泉としての価値が認められたからだそうです。富士山信仰の始まりはこの金星の取れた末広がりの美しい姿に対してではなく、もともとは度重なる噴火による災いをもたらす山に怒る神様の姿を重ね、遠くから手を合わせ拝む妖拝山であったとされています。富士市のデータによると、古文書の記録で確認できる富士山の噴火は781年以降17回あり、そのうちの12回は平安時代に発生しています。人々が富士山に向かって手を合わせ祈る切なる思いがわかりますね。1707年の宝永大噴火を最後に今日まで310年余り平穏な日々が続いています。芸術の源泉としては絵画、文学、詩歌、あるいは演劇の舞台となり、現在に至るまで数多くの芸術作品を生み出しています。その歴史は日本文化の歴史そのものであり、日本人のみならず海外の芸術家たちにも影響を与えてきました。葛飾北斎と歌川広重の富岳36家、そして日本で最も古い歌集万葉集にも富士山は描かれています。田子の浦湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りける。これは富士山を称える唱歌に対する反歌です。
他に古典の名作である竹取物語、伊勢物語、江戸期の松尾芭蕉や与謝蕪村の俳句、近代の夏目漱石や太宰治なども様々な姿の富士山を伝えています。香合や茶器、抹茶碗など富士山を描いた茶道具もいろいろあります。今日は富士が描かれた現代作家伊藤千代さんの抹茶碗を使わせていただきました。冒頭で富士山の全容が見える日は昨年年間で126日と伝えましたが、その中で1日を通して全体が見えた日は39日だけです。全体が見える確率が高いのは午前8時台の観測。午後になるに従い見えにくくなる傾向があります。晴天率と見える率は比例しないそうです。特に5月から9月は晴れていても周辺の雲や霧によって富士山が見られない場合が多いのでご注意ください。美しい富士山を眺めるなら1月から4月、10月から12月の晴れた日の午前がおすすめです。昨年の観測データによると一番よく見られる月の12月でも20日、7月はなんと1日もありませんでした。5月に絞って言いますと、朝7時から夕方まで今日のように見事に雲一つなく1日を通して全容が見られるのは1日あるかないか、まさにミラクルです。この特別の日に同じ場所で時間を過ごしていた随人にお茶を一服差し上げました。この方、実は数々の大会に出られているボディービルダーでタイトル保有者でした。すごいですね。こちらの方は50年ぶりにお抹茶を飲まれたそうで、懐かしいな。懐かしい。過ぎ去りし日に思いを馳せていました。私も大自然のエネルギーを感じながら自分のために一服立て、ゆっくりとその味を堪能しました。皆さんいかがでしたでしょうか。少しずつ日が暮れてきました。富士山をバックに野立てをすることができ、今日は素晴らしい一日となりました。日本美の象徴である富士山、日本人の心の拠り所である富士山、皆さんにこの動画を通し楽しんでいただけたら嬉しいです。このチャンネルでは今後も日本の景勝地を紹介していけたらと思います。次はあなたの街にもひょっこり現れるかもしれません。その時はぜひ一服飲んでくださいね。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。